はい、こんにちは。電動工具トリマーの定番加工、溝加工を付属のトリマーガイドじゃなくても簡単に加工することができるトリマーガイド。前回はこちらの作り方と使い方について解説していったんですけど、溝を作っていきたい目標の位置、ここに前回の動画ではきちんと合わせることが不可能でした。なので今回は目標の位置にジグを簡単に合わせることができるアイテム、それともう一つ便利な掘りたい溝の長さを簡単に調整することができるアイテム、これの作り方と使い方について解説していきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはじめにこのような溝を掘りたい場所、ここに簡単で正確にジグを合わせていくために、これはまだ保護紙が貼った状態の厚さ 3mm のアクリル板なんですけど、このアクリル板を使ってジグの位置を合わせるアイテムを作ろうかと思います。そしてこちらのジグのアルミアングルの内側の部分、ここはトリマーのベースプレート、これと同じサイズで作ってますので、まずはアクリル板をこのようなアクリルカッターを使ってベースプレートと同じサイズでカットしていこうかと思います。このような形でトリマーのベースプレートとぴったり同じサイズでカットしていきました。そして私がよく使っている電動トリマー、これは両備の MTR42 型を使ってるんですけど、 MTR42 型の標準のベースプレートはフィットが出てくる円の中心、これが横の幅、縦の幅とそれぞれの中心の部分にありますので、同じように先ほどカットしていったアクリル板、これに横の幅、それと縦の幅、それぞれの中心の部分に先ほどカットで使っていったアクリルカッター、これを使ってほんの少しカットをしていくような感覚でそれぞれの中心線を描いていこうかと思います。このようにアクリルカッターを使ってアクリル板のそれぞれの中心線を描いていきましたので、例えばこのような形でこちらの線を中心にトリマーを使って溝加工をしていくときに、このように対象の板材にジグを乗せてアクリルカッターで線を入れた面、これを下向きの状態にして板の小口面、それと修正材がぴったりとくっついていることを注意しながら、アルミアングルの内側にアクリル板を入れて対象の板材、これをアクリル板の線の部分に合わせます。そして位置を決めるためのアクリル板を外してトリマーをかけると、このような形で溝が掘れて、目標で書いた線の部分、これがストレートビットの頂点の部分、ここと接することできちんと目標を捉えて溝を掘ることができました。そして例えば先ほどと同じようにこちらを中心にして溝を掘っていこうかと思った時に、
ここからスタートしてここで終わる、こういった時もこのような始めと終わり、こういった目標も簡単に加工ができるように、まずはこちらの修正剤、これは前回の動画で作っていったアルミアングルと取り付いている修正剤、これと同じで幅が5センチ、厚みが15ミリの修正剤なんですけど、こちらの修正剤をトリマーガイドの内側の部分に入れていこうかと思いますので、トリマーのベースプレートと同じ長さで修正剤を2本カットしていこうかと思います。このような形で修正剤を2枚カットしてきました。そしてこちらの修正剤をアルミアングルの内側に入れて、好きな位置で固定ができるように、このような金物と厚さは先ほどと同じ 15mm で幅が 35mm ある修正剤、これを使って先ほどカットした修正剤がぴったり止まってくれるストッパーを作っていこうかと思うんですけど、このような金物、これの短い方向をアルミアングルの外側に内側を当てた状態にして、このような形で2つの金物、これの長い方向が内側を向いた状態にします。そしてこちらの内側と同じ寸法でストッパーの内側の部分にこちらの修正剤を使っていこうかと思いますので、幅が 35mm の修正剤、これも2本カットしていこうかと思います。このような形で修正剤を2枚にカットしていきました。そしてカットしていったこちらの修正剤、これと金物、こちらの2種類をつなげていくやり方なんですけど、必要に応じて金物と修正剤が強く固定されたり、2つの材料が外れたりできるように、このような折り目ナット、これと小ボルト、これを使って修正剤と金物をつなげていこうかと思いますので、修正剤の端の部分、ここに金具の先端をぴったりと合わせたような形にして、修正剤に折り目ナットを取り付けていこうかと思います。
このような形で2枚の木材、これの両端の部分にそれぞれ折り目ナットを取り付けていきました。そして最初にカットした幅が5センチの修正材、これと折り目ナットを取り付けた修正材、これをビスを使って2つの木材を取り付けていこうかと思います。このような形で修正材と折り目ナットを使って2つのストッパーを作っていきました。そして取り付けた折り目ナットの部分に金物の穴の位置を合わせて超ボルトを使って固定していこうかと思うんですけど、ジグと先ほど作ったトリマーのストッパー、これの固定度がより高くなるために金物の短い方の内側、ここの部分に 2mm のゴムシート、これを貼っていこうかと思います。このような形で金物の短手方向の内側にゴムシートを貼っていきました。そしてこちらのストッパー、これの折り目ナットの部分に金物の穴の部分に超ボルトを刺して軽く締めたところでトリマーを止めた位置にストッパーを設置して2つの超ボルトをきつく締めていくと
目標の位置でトリマーがきちんと止まってくれるストッパーができました。そして前回作ったこちらのトリマーガイド、これと目標の位置を簡単に見つけるために作ったこちらのアクリル板、それと最後に作ったこちらのストッパー、これを全て組み合わせて使っていくと、加工する対象の木材の上にトリマーガイドを乗せて、木材の小口面、それと修正剤がきちんと接しているように注意しながら、アクリルカッターで線を入れた部分、これを下向きの状態で位置を合わせます。そしてこれと交差する線、ここをビットの中心としようかと思いますので、トリマービットの中心にするときは、アクリル板に書いたもう一方の線、これも交差する線、これに合わせてそれぞれの線とアクリル板の線、これを同じ位置に合わせたところで、ストッパーをアクリル板と接する位置に持ってきます。そして超ボルトをきつく締めてストッパーを固定します。そしてもう一方の目標となる部分、ここに同じようにアクリル板を合わせてストッパーをきちんと固定して、アクリル板を取り除いて溝加工をすると、このような形で交差する目標の部分、ここにトリマービットの中心が来て、始めと終わりのそれぞれ目標とする部分まで加工することができました。そして今度はこちらの線を中心に、先ほどと同じ溝の長さで溝加工したいときには、先ほどセットしたこちらの2つのストッパー、これを外すことなくこのままの状態にして、これがどちらが手前でどちらが奥だったか、これに注意しながら、再度アクリル板でトリマービットの中心を合わせます。そしてトリマーの進路方向に邪魔になるようなものがないか、これをきちんと確認して、再度同じ要領でトリマーをかけると、このような形で先に掘った溝、これと同じスタートで終わりの部分も同じ位置となって、ぴったりと同じ長さの溝を掘ることができました。そしてこのような形でぴったりと同じ長さの溝を掘ることができれば、棚を作る時の溝の長さや並び合う扉のデザイン、こういった時に長さの統一感が出ていいかなと思います。そしてこのようなストッパーをつけてトリマーで溝加工する時には、始まりの方はこれといって問題はないんですけど、ストッパーの終わりの部分、ここにはトリマーが加工しながら進んでいきますので、終わりのストッパーにトリマーが到達するときに、ベースプレートとストッパー、これの間におがくずなどが溜まって、ベースプレートとストッパー、これがぴったりとくっつかない時もありますので、できればトリマーと集塵器、これを接続させて、加工の際に発生したおがくず、これを吸い取りながらするといいかなと思います。そして集塵器をつけない場合、こういった時は通常通りトリマーの加工を進めていって、一度トリマーを外してストッパーの前に溜まったおがくず、これを除去して、再度ベースプレートがストッパーに接するまで加工してもらうといいかなと思います。そしてこのような2本の溝、これは交差する線の交点、これをビットの中心として同じ長さで掘っていったんですけど、万が一交差する交点、これをビットの先端にしたいときは、今回は 6mm のストレートビット、これを使って 6mm 幅の2本の溝を掘っていったんですけど、この 6mm の半分の 3mm、これを交点から内側に再度印をつけて、ここの部分にアクリル板の交点、これを合わせて加工していくと、
このような形で線が交差する交点、ここにビットの先端を合わせて加工することができました。そして最後に板の小口部分、ここから目標とする交点、ここの距離が少ない場合はアクリル板とジグの終わり、これの間にストッパーが入らないこともあるかと思います。このような時は必ずそれぞれが平行で対象の木材と同じ厚みかほんの少しだけ厚みが少ない材料、これを対象物とジグの間に差し込んでストッパーが入るスペースを確保して使ってもらったらいいかなと思います。このような形で付属のトリマーガイド、これが届かない場合でもいろいろなビットが使えて正確で掘りたい長さの目標、これをぴったりと合わせてくれる、前回のジグに追加する目標を正確に捉えるジグと溝の長さを調整するジグ、これの作り方と3種類の組み合わせた使い方、これについて解説していきました。ぜひね、このような形でトリマーの定番溝加工の参考にしていただければと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。